こんにちは、ハッカです。先日レビューしたヘッドセット。こちらのロジクールの G Pro X。子供と Apex やるときに使ってるってお話したと思うんですけど、やっぱりいいんですよ。子供のこの Apex の上達がすごく著しくて、やっぱり音がわかるって大事だなって思ってるんですよね。で、今日はですね、この、ゲーミングヘッドセットにまつわるというか、音に関わる製品をもう一つ買いましたので、そちらをちょっとご紹介したいなというところなんですが、それがですね、こちらなんですよ。はい。EPOS ゼンハイザーの GSX300 です。はい。このスノーエディション、ホワイトのモデル買ってみました。これですね、まずちっちゃくて可愛いですよね。で、何なのかっていうと、ゲーミングアンプって呼ばれるカテゴリーの製品なんですよ。で、今日はこの GSX300 を紹介する前に、そもそもゲーミングアンプって何なのというところだったりとか、サウンドカードとかオーディオインターフェースとの違いというのも、含めてお伝えしようと思います。この動画を見ると、PC に音を出し入れする機器、どんなものを選んだらいいのかなとか、考え方がちょっと違うんだなというのが分かってもらえるかと思います。それでは行ってみましょう。まず皆さん、ゲーミングアンプっていうカテゴリーの製品聞いたことありますでしょうか？割とですね、こういったゲーミングヘッドセットなんかを探してると、必ずと言っていいほどセットで紹介される製品なんですよね。具体的には PC と USB ケーブルでつなぎながら音の出し入れをする機械なんですね。で、ここからヘッドセットにつなぐわけなんですよ。なのでセットで使うっていうお話なんですが、効果としてはヘッドホンやマイクの音質アップ、サラウンド効果のオンオフ、そしてイコライザーの調整という、特に FPS ゲームなんかだと思うんですけど、そういったゲーム性能を上げるために音を調整するっていう役割を持っています。ここで、こちらの前回の G Pro X、これでも同じことできるんじゃないと思った方、正解です。G Pro X には、こちらの外付け USB サウンドカードというものがついてくるんですね。実際これとですね、今日ご紹介する GSX300 って似たような機能を持ってるんですよ。ということで、違いというかカテゴリーの分け方なんですけど、この PC と USB 接続して音を出し入れする機械には、大きく分けて3種類あるんですね。で、一つはサウンドカードと呼ばれる製品。で、もう一つがこのゲーミングアンプと呼ばれる製品。そしてもう一つはオーディオインターフェースですね。私も普段ネイティブインストゥルメンツのコンプリートオーディオ6というオーディオインターフェースを使ってます。こういった界隈で一番有名なのはヤマハの AG03 ですよね。あれがオーディオインターフェースっていうやつです。じゃあそれぞれ何が違うんだろうということで一個一個解説していきたいと思います。まずはこちらに代表されるサウンドカードと。そもそもこれカードじゃないですよね。で、今は USB で外付けにするものっていうのが主流になってきたんですけど、実はサウンドカードっていうのは結構歴史が古くて、古くは自作 PC なんかにある PCI スロット、そちらに挿すために作られた音の出し入れをするカードなんですよ。自作を古くからやってる方お分かりだと思うんですけど、以前はマザーボードにサウンド機能搭載されてなかったんですよ。必ずサウンドカードっていうものを挿して使う必要があったっていう時代があるんですね。で、時代が進んで今はマザーボードにサウンドカードの機能はほぼ入ってます。なので PC の背面見るとだいたいスピーカーやヘッドホンのコネクタ、マイクのコネクタなんかがあるはずです。で、今マザーボードのサウンドカード機能、こちらもですね結構力を入れてるゲーム向けのマザーボード多く出ているので、こういった外付けのサウンドカードを使う必要ってだんだん薄れてきてるんですよね。なので別売りで今売ってるサウンドカードとしては音の出し入れをするのを追加するっていう機能よりも、ゲームに特化してイコライザーやサラウンド機能に力を入れてるっていうものが多くなってきています。
次にですね、こちらのゲーミングアンプ、このカテゴリーについてご紹介したいと思うんですけど、アンプって増幅器っていう意味ですけど、実際にはサウンドカードと大した違いはありません。ところがですね、このカテゴリーはやっぱりゲーム性能に特化したっていう機能が多くて、サラウンド機能、イコライザー機能にしっかりと力を入れた製品っていうのが多いんですよ。また、これは対応してないんですけど、PC だけではなくて、コンシューマー機器、プレステ4とかに対応しているものっていうのが多く出てまして、そういったものは、FPS ゲームをやるんであったらもう必須というところまで言われています。このカテゴリーでシェアナンバーワン、一番ポピュラーなのはアストロのミックスアンプっていう製品ですね。これはですね、ゲームの音とマイクの音、分離して出力してくれるので、音量の調整が非常にやりやすいということで、もうプレステ4ユーザーは全員買った方がいいとまで言われてる、すごいデバイスなんですよ。で、最後にオーディオインターフェース。これは私が普段使っているものなんですけれども、これですね、もともと音楽制作用のカテゴリーの製品なんですよね。なので、特徴としては音質にこだわった設計がされているということなんですよ。で、多くの製品ではスピーカー、ヘッドホン、マイク、それぞれを出力、入力することができて、また製品によってはそれをいっぱい系統を増やして追加することができるんですね。なのでしっかりと PC 周りの音のセッティングっていうのができるんですけれども、その代わりというか、ゲームに特化したものではないので、実際にはこのヘッドセットをつなげられないものが多いです。このヘッドホン部分であれば難なく接続はできるんですけど、マイク、ここがちょっと難しくて、このマイクってコンデンサーマイクって、ケーブル自体から電気を供給するものなんですが、これに対応したオーディオインターフェースっていうのが非常に少ないです。大体のオーディオインターフェースはしっかりとしたコンデンサーマイク、48V の電源を使うものだったり、ダイナミックマイク、カラオケでよく使うようなああいう形のマイクですね。あれを使うように設計されているので、こういう小さなマイクには対応してないっていうのがほとんどなんですよ。でもそんな中で唯一と言えるのがヤマハの AG03 や06などなんですよね。あちらに関してはこのヘッドセットの専用端子がついています。しっかりとこの小さなコンデンサーマイクに電源を供給するケーブルのポートがあるんですよね。もうなので、YouTuber とか配信者はこぞってあれを買うわけです。でちなみに最近ですね、AG03 とか06、もう後継機になってマーク2になってるんですけど、もう手に入らないんですよ。もう全然在庫が復活しません。それぐらい今大人気になってるっていうところで、このゲーミングヘッドセットの需要っていうのもかなり高いんじゃないかなというふうに思えますよね。ということで3種類の違いが分かったところで、今回の商品に戻りましょう。EPOS ゼンハイザーの GSX300。この GSX300 すごい単純な作りをしてまして、非常に小さくてコンパクトで可愛いんですけど、このダイヤル、今青く光っていると思うんですけど、これがメインのボリュームの調整ダイヤルですね。もう無限に回るんですけど、結構コクコクっとしたクリック感があって気持ちのいい回り方をします。でもう一つは小さなボタンがここにありまして、ここを押すと、このダイヤルの周りが赤くなったのがお分かりでしょうか。でもう一度押すと青く戻るんですよ。でこれはですねサラウンドのオンオフを切り替えるっていうボタンになってます。で機能を切り替えることでイコライザーのプリセットを切り替えるっていうボタンにもなります。そのどっちかでしか使えないボタンではあるんですけど、サラウンドのオンオフにするとこのリングの周りが赤くなったり青くなったりと視覚的にも分かりやすくなってるんですね。あと背面の方は USB の接続とヘッドホン端子とマイク端子がそれぞれ1つずつあります。これが GSX300 の結構いいポイントなんですよ。で他のゲーミングアンプとかってこのヘッドセット接続の穴が1個しか開いてないものが多いんですよね。ヘッドセットとケーブル1本でつなぐときにここにサクッと刺したらもう片方も1本刺すと、これだけで使えるよっていうことで、便利ではあるんですけど、マイクと
ヘッドホンを分離させることができないと。ヘッドホンはこっち使いたいけど、マイクはちょっと別々にいいマイク使いたいんだよねって時なんかにはちょっと不便なんです。その点で言うとこの JSX300 が結構便利かなというところですよね。実際マイク別々に使わなくてもヘッドセットの端子って分岐できるのが大体なので、それでも使えます。で今回はですねこの G Pro X をつないでみたいのでこちらのケーブルを使います。これはヘッドセットの4極端子をマイクとヘッドホンの3極端子に分岐するケーブルですね。最初からこういうのがついてるんでこの GSX300 に挿すことができるということなんですね。このように2本挿してここが1本になるのでこれをつないであげると。でこちらをヘッドセットに挿せば、ケーブル1本が途中で2本になってそして本体に入っていくっていうようなこういう構成です。じゃあつながったところでこの GSX300 の使い方アプリの方を紹介していきますね。それでは付属のソフトウェアの使い方を見てみましょう。今つながってますけれども設定画面が開いています。 EPOS GSX300 で、表示されてますよね。でスマートボタン、こちらがプリセット切り替えなのかサラウンドサウンドなのかということで変わることができます。ボタンの切り替わりはもうこれだけなんですよね。であとは大事なのはこのヘッドホン部分、マイク部分ですよね。はい、ヘッドホン部分、まずは、これ 2.0 と 7.1。7.1 というのがもうサラウンドですね。で反響の強さを調節することができます。でイコライザーの調整はここにあります。プリセットがフラットからミュージック、e スポーツ、ムービー、またフラットということで e スポーツにするとですねこんな感じで低音グッと下げて中音から高音にかけて上げてくれるっていうようなこういったプリセットになっています。あとはここに音量がありますね。音量ここでスライダーで上げてあげるという感じでしょうか。非常にシンプルですよね。プリセット使ってもいいんですけどこんな形なんですけどこれ全部これ自分でやることもできます。好みのイコライザー調整っていうのが簡単にできるんですね。で続いてマイクですね。こちらのマイクの方はですねこのマイク自体のイコライザーも調整できるんですけども、ここにまずミュートボタンがあってミュート解除があってここですね音声強化機能っていうのがあります。ここにいろいろ選べるんですけどオフから、ここでまず音質変えることができます。まずはウォームという、ここで上のイコライザー変わってますよね。マイクの音質実は変えることができます。今ウォームこれをクリアにしてみましょう。これがクリアという音質ですね。はい、音声変わってますでしょうかね。カスタムにするとイコライザーを自由に設定することができます。でゲイン、これはマイクの音量というかですね、これ0になってますけど、はい、これを0にしても一応OBS では今録音できてるんでとりあえず大丈夫かなと。で次サイドトーン、これはですね、G Pro X の機能にもありました。これを上げていくことで、マイクの音声を自分の耳に届けてくれるということで、密閉感のあるヘッドセットを使っていても、これをちょっと入れてあげると、結構自然な感じになるよねっていう機能なんですね。これちょっと上げないと効果実感できないかな。50% 以上になるとようやく自分の声がしっかり聞こえるかなっていうところです。で次のノイズゲートはこれ一定音量以下の音を遮断するっていうことです。喋ってる音だけをマイクに乗せて、その他の、PC のファンの音だとかエアコンの音だとかそういった遠くで鳴っている小さい音をカットしてくれるっていう機能ですね。でさらにノイズキャンセリングっていうのがあります。これがですねちょっといまいち聞きがよくわからないかなっていうところであんまり使えてないんですけど一応マイクのノイズキャンセルすることができます。そんな感じでこの EPOS のアプリってすごいシンプルな作りになってますよね。ロジクールの G Pro X の方が設定項目が多かったかなっていう感じですけど、
これが音の聞こえ方にどのぐらい影響出るのか、そういうところをちょっと試してみたいと思います。じゃあ APEX やっていきましょう。さてさて、音の聞こえ方は結構良さそうな感じはするけど、クリアですね。G プロ X もともとクリアなんで、そこら辺はいいのかなと。音の方向もなかなか分かりやすいですね。まだ戦闘はしてないから、これからですけどね。実は今、サラウンドをオンにしています。結構音聞こえやすいぞ。GSX300 のサラウンド機能いいですね。距離感も分かりやすい。このサラウンドやっぱりすごい。温泉になってきた。きついなこれ。こんな感じかな。いやーでもね、分かりやすいかな。G プロ X 単体で使うよりいいのかどうか。微妙なとこだな。はい、実際のゲームでこちらの GSX300 とこの G プロ X 組み合わせて使ってみました。いや、なかなかどうして良かったですね。特にこの GSX300、手元に置いておくと、音量のコントロールもすごいやりやすいですし、簡単にサラウンドのオンオフとかもできるので、比較しながら、やっていくだとか、場面によって使い分けるなんてこともできそうです。今日はですね、製品紹介っていうよりも、サウンドカード、ゲーミングアンプ、オーディオインターフェース、それぞれの違いを説明してきたわけなんですけれども、そんな中でゲーム用途に関して言えば、こういったゲーミングアンプっていう商品、なかなかいいですよ。確かにこの G プロ X には、この USB のサウンドカードついてくるんで、これだけでも十分といえば十分なんですけれども、どうしてもこっちの方のサラウンドっていうのは、ほぼ使い物にならないなっていう感じはしてたんですよね。それがこの GSX300 だと自然な感じでしっかりと音の広がりや方向を把握することができる、かなりいいサラウンドの機能だなというところですね。なんか報告としてはソフトにバグがあったりとかっていうのもあるみたいなんですけど、私の環境では割と普通に使えてました。バージョンアップでそのあたりは治ってるのかもしれないですね。ゲーミングヘッドセットにはゲーミングアンプ、この組み合わせおすすめです。はい、それでは今日はこんなところで終わりにしましょうか。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。